クレイアートチャンネルです。キノコのランプが作りたいな。手芸ができても配線とか難しいことはわからないしと思っていました。しかし市販のお休みランプを土台にしたらかなり簡単にとっても素敵なのができたのでシェアしたいと思います。まず土台にするのがこのお休みランプです。1個ね300円400円ぐらいで買えると思います。その他の材料です。ザラザラベース、アクリル絵の具、ボンドですね、木工用ボンド、ハサミ、粘土、これ石粉粘土も、それからあと傘の部分は樹脂粘土を使っています。24番ワイヤーを1本、筆と丸ごてと細工棒、艶出しニスです。では作ってみましょう。まずこのお休みランプについているこのプラスチックのね緑の葉っぱ、安っぽいですね。これをちょっと上手に外して、で軸は使いますので、このキノコの部分も取ってしまいます。で全体にこの緑の軸にもヤスリがけをして、それからこの白の本体プラスチックね、ツルツルなのでこの部分にも粘土がつきやすいようにヤスリをかけてやります。その際に一番下の部分はこう絶対こすらないようにしてくださいね。ここでこの光の加減で電気がついたり消えたりするのでセンサーが壊れないように。でこのもともとついているキノコの傘の部分をちょっと軽くこうカットします。これだけいらないので小さい部分のこの接着部分だけ欲しいので、これをね、傘を半分ぐらい切ってやります。ラップでライトの部分をこうガードしてやってから、緑のこのいかにもプラスチックって感じのね、ここにザラザラベースを塗ってやります。ザラザラベース、これ1回目ですけれども 2,3 回塗ってやるとこう太くなってきてね、質感が良くなってくると思います。でフローラーワイヤーを使って今度は小さいキノコの軸を作っていきます。ちょっと長いと難しいので半分に切ってやって、で粘土を巻きつけていきます。コロコロコロとこう軽く伸ばしてやったところにワイヤーをめり込ませて、でさらに一緒にコロ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 っと転がすとワイヤーに粘土が巻きつきます。これねこの長さでもちょっとやりにくいって方はもう半分にしてやるとやりやすいかと思います。でこれで、短く 2.5 センチぐらいでしょうかね、カットしていきます。でまたこれちょっとね軽くね丸めてやって、で軸をたくさんやります。粘土をこれ8ミリぐらいでしょうか、5ミリから8ミリぐらいの玉に丸めて、でちょっとこれねボンド出しておいて、これ粘土を丸めます。で丸め棒に当てて、丸ごてですね、丸ごてに当てて、こうやって丸みをつけてやったら、先ほど作った軸にボンドをつけて
はい、これで出来上がりです。これ小さいのね。これをたくさん作りましょう。はい、こんな感じでしっかり乾かしてね。で、次の作業に移っていきます。ランプのプラスチックの部分、白い部分ですね。ここを粘土で上手にカバーしていきます。これそこそこね、粘土の分量も使えますし、室内なので石粉粘土100均で売っています。この粘土、室内では非常に優秀な粘土ですから、屋外ではねちょっとねおすすめできませんけれども、室内インテリアなのでこれでもいいと思います。で、石粉粘土をボンドで、プラスチックのね木工用ボンドじゃなくて普通のボンドで接着していきます。この本体の下に、センサーがついてるんですね。なのでそこは粘土で覆わないように、あとコンセントのこのね背中の部分も粘土で邪魔しないように上手にくるんでいきます。で、一応何を目指しているかというと、ちょっとこうねウッドみたいな感じのこうね木のね丸太にキノコが生えてるよっていうようなのが作りたいので、粘土でちょっとそれを表現してみましょう。この部分ね、丸太のカットした部分というか側面になるように指でつまんで形を整えます。
細工棒で年輪を描いてやって、で、表面にもねザザザっとこう木っぽく見えるように筋をつけていきましょう。はい、裏の方も筋を入れてやりましょう。はい、ではここに前もって作って乾かしてある小さいきのこたちを生やしていきます。なので粘土が柔らかいうちにきのこを刺してくださいね。きのこの先をボンドに浸して、でもうあとはね、なんとなく等間隔ではい、こうやってねどんどんきのこを差し込んでいきます。木工用ボンドとそれから粘土はものすごいね相性がいいですからね、もうこれで粘土をつけてぐさっと刺すだけで取れなくなりますからね。でたっぷりめにあんまりね小さいのでちょっとつけすぎかなと、皆さん自分の好みで加減していただけたらいいと思います。次は、先ほどザラザラベースを塗った軸にきのこをつけていきます。丸くこうね薄っぺらい丸にしてやって、で、裏側にはねこうやって筋を入れてやって、表面にも筋を入れてやって、で先ほどのザラザラベースを塗ったところにこうやってねきのこの傘をつけていきます。
これ3個あるのできのこも3個分作ってみましょう。軸がプラスチックなので一応ね接着するのはボンドがいいと思います。はい、では次に作るのは、大きなメインのきのこですね。白を混ぜてやります。丸めてやってからこう軽いね三角形みたいにして三角錐ですねにしてでそこに、丸ごてを当ててで、きのこの形を作っていきます。内側にはこうやってひだひだをね、ラインを入れてください。で外側にもね軽くでこうしっかりと、中の方まで丸ごてで穴を開けましょう。この際にきのこはあんまりね分厚くすると光が透けないのでほどほどの厚みで作ってください。私ちょっとこれね失敗しちゃってね小さいやつが分厚すぎて光を通してないんですよね。なので皆さんはねもうやや薄めで作っていただけると確実かと思います。はい、こうやってひだひだを入れて丸ごて当てて表面にもねこうやって筋を入れてやる。こういうので大と中と小ですねサイズ3サイズ作りましょう。はい、では一番最初にカットしたこのきのこのパーツですね、ここにボンドをつけてありゃりゃこれ失敗しちゃった。もう一回作りましょう。こうやって筋を入れてでボンドを入れて先ほどのプラスチックの部分をねギュッと埋め込みます。これプラスチックの部分がね飛び出ちゃってる場合は乾いてからカットしたらいいかと思います。しっかりとぐっと埋め込んでやってでちょっとねこの表情をつけてやります。傘の部分をはいでこのまま乾かしましょう。はい、全部しっかり乾いたら色塗りです。まずこのね丸太の部分にこれは、バーントアンバーですねを水で溶いて薄くしてねで塗っていきます。きのこのね軸の部分に絵の具がかからないようにこうやってねワイヤーなんでねちょっと避けてやりながら色を塗りましょう。で次はちょっとシェンナのねバーントシェンナですねを、水で溶いてやって薄くしながら上に着色していきます。これブラックもこうやって薄くねしてアクセントを入れていきます。これはイエローオーカーですね。こんな感じでちょっと全体にね少なかったら足してやりながら様子を見ながら着色しましょう。
はい、大きいキノコの部分にバーントシェンナを薄くして塗ってやります。中心が一番濃くて、外に向かって徐々に薄くなっていくような、そういう色塗りです。でちょっとねムラムラな感じに水分を多めに含ませながら塗っています。はい、大きいキノコは一旦これで乾かしておきます。ではこのザラザラベースを塗ったキノコの軸ですね、白くなりましたけれども、その軸に焦げ茶、黒とそれからバーントアンバーを混ぜて焦げ茶を作って、でこの白の上から焦げ茶を着色します。茶色がしっかり乾いた大きなキノコにちょっとこのねくすんだ紫みたいなのを若干アクセントで足してやります。複雑な感じのね色合いが出ますね、こうするとね。この白いね小さいキノコたちにアクリルのシルバーを、パールでもいいですよ、シルバーでちょっとねもう軽くです、軽くシルバーをかけて光らせてね、こうちょっとシルバーかけるだけでキラッと光ってね存在感が出ますね。で今度はこの焦げ茶を
ね、この白いフラットなキノコに傘の部分だけ塗ります。この傘の裏側のひだの部分は真っ白のままで置いておきます。でこれ焦げ茶で塗って、でさらにそのキノコの傘のへりの部分、エッジの部分は、黒でねキュッキュッとこうね色を入れてやると引き締まって良くなります。大きなキノコに白い点々をつけていきます。これ細工棒の先にアクリル絵の具の白を取って、でちょんちょんちょんとのせていきます。これね、この後ニスを上から塗りますので、しっかり乾かしてください。はい、ニスを塗っていきます。きのこのね、傘の部分だけでいいので、これも2度塗りしてください。はい、しっかり乾かします。はい、ではセットしていきましょう。本体にこの大きいきのこのね傘をよいしょと、あららららら、はい、ちゃんとこうね、これが大です。これが中で、これが小のきのこです。こんな感じで茶系のねきのこのアソートでございます。あららららこれね、壁にねコンセントに挿してバランスが取れていればいいので、この本体自体は、ね、若干この盛り気味なのでアンバランスでございます。ではまずちょっと壁にね挿してみましょうね。どんな感じになるか。はい、コンセントに挿すとこんな感じです。でこうね暗くなると電気がつくように、センサーのところに手をかざすとライトがつくようになっています。夜バージョンはこんな感じです。かわいいのできましたね。また次の動画で会いましょう。